皆さんこんにちは。レジン大好き恋闇です。今日はレジンにパーツを封入するときに失敗しないための3つのポイントを共有します。今回共有する失敗はレジンを固めてしまうと修正できなくなるので、ぜひ失敗する前にご覧ください。それではレジンにパーツを入れるときにやりがちな失敗3つ始まります。それではまず1つ目の失敗。朝食カップに透明のレジン液を入れて着色料で色をつけます。着色料とレジン液を混ぜ合わせます。混ぜ合わせることができたら、お好きな形のシリコンモールドを用意します。今回はダイソーのシリコンモールドを使います。着色したカラーレジン液をモールドに入れます。カラーレジン液をなるべく全面に伸ばし広げてからレジンライトで固めていきます。固めることができたら、こちらのパーツを封入していきます。こちらはセリアさんで購入したネイルパーツになります。2種類のサイズのハートが入っているのかな。赤、ホワイト、ブラックの3種類があり、こちらは赤になります。片付けがしやすいように三角パレットの上にハートのパーツを出します。ハートを出すことができたら、透明のレジン液を入れてハートを並べていきます。パーツを並べることができたら、ライトで固めていきます。固めることができたら、縁いっぱいまでレジン液を追加します。もう一度固めていきます。固めることができたら、モールドからレジンを取り外していくのですが、一見問題なく仕上がっているように見えますが、モールドから取り外すとこのようにせっかく封入したパーツが見えなくなってしまいました。こちらを表として使う分には問題がありませんが、こっちを表にしたいと思っていた場合はすごい悲しい仕上がりになってしまいました。シリコンモールドでレジンの作品を作るとき、基本的に底が表面になります。そのため今回のようにパーツを入れる手順を間違えてしまうと失敗する原因になります。ではどうすれば失敗しないのか、失敗しないための手順をご紹介します。
まず1層目、クリアのレジン液を入れます。次に2層目、クリアのレジンと、ここにパーツを封入します。最後3層目にカラーレジン、ラメなどを封入したい場合はこのね2層目と3層目の間に入れてあげましょう。でこちらの図は何も覚えることはなくて、パーツを封入したいときはパーツより表面の層にはクリアレジンを入れて、パーツと同じ層にもクリアレジンを入れるということさえ覚えておけば、パーツの手順で失敗することはなくなります。ではこちらの手順を守って同じように作っていきます。まずはクリアのレジン液、なるべく全面に伸ばし広げてから固めます。固めてきます。固めることができました。そしたら次はクリアレジンとパーツを入れていきます。まずはクリアレジン、続いてパーツを封入します。でね、先ほどは規則正しくパーツを並べたのですが、規則正しくパーツを配置してしまうと少しのズレがね結構ね目立つので、なるべくランダムに封入してあげた方がズレが気にならなくなります。ライトで固めていきます。固めることができたら最後3層目にカラーレジンを入れます。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほど失敗したこちらと真逆の手順で作っています。こちらレジンライトで固めていきます。固めることができたらこの手順通りの作品ができました。シリコンモールドから取り外します。おう手順を逆にしただけでこんなに仕上がりが変わってしまうので、順番を間違えないように気をつけてください。次に2つ目の失敗、こちらはガラス製のラインストーンになります。ラインストーンは1粒のせるだけで作品がパッと明るくなるので、私も重宝している資材になります。では先ほどの手順を守ってこちらのラインストーンを封入していきましょう。まずはクリアのレジン液を入れます。なるべく全面に伸ばし広げてからライトで固めていきます。固めることができました。そしたら2層目にはクリアのレジンとパーツを封入していきます。まずはクリアのレジン液からパーツを封入していきます。表裏のあるパーツを封入するとき、表面を下に向けて封入します。
固めてきます。固めることができたら、最後3層目にカラーレジン液を入れます。固めていきます。固めることができました。先ほど成功したこのね、こちらと同じ手順を踏みました。1層目にクリアのレジン、2層目にクリアのレジンとパーツ、3層目にカラーレジン液。それではこちらモールドから外していきます。綺麗といえば綺麗なのですが、レジンに封入する前の輝きが消えてしまいました。このようなラインストーンは銀色の土台の上にカットの入ったクリアな素材がくっついています。このクリアな素材がレジンの中に封入するとレジンと馴染んでしまって、このね、せっかくカットの入ったキラキラが消えてしまって、土台のね、銀色しか見えなくなってしまいます。では、このようなラインストーンはどうやって使えばいいのかというと、レジン液に埋め込むことはできないので、レジンの表面に貼り付けましょう。レジンの表面にラインストーンを貼り付けるときにおすすめな道具がこちらのセリアのアイシングジェルになります。ストーンを貼り付けたい箇所にアイシングジェルを塗ります。固めてきます。同じ手順でラインストーンを貼っていきます。固めることができました。はじめに埋め込んだラインストーンの上に4つラインストーンを貼り付けて、こっちのね2つには比較しやすいようにラインストーンを貼り付けていません。もうね、輝きの違いが一目瞭然です。これにもラインストーン貼り付けてみようか。この隙間を埋めるように、ハートの隙間を埋めるように、ここに1つだけストーンを貼り付けてみます。固めてきます。固めてきました。すごい可愛くなったね。最後3つ目のよくある失敗、こちらはハンドクラフト装飾パーツ押し花になります。セリアさんで購入してきました。先ほどと同じ手順で押し花を封入していきます。まずはクリアのレジン液、全面に広げます。固めてきます。固めることができたらクリアのレジン液と押し花を封入します。よいしょ。クリアのレジンと、あと押し花、どれにしよう。レジンの中に押し花の表面を下に向けて封入します。固めてきます。固めることができました。最後にカラーレジン液を入れます。
固めてきます。固めることができたらモールドから取り外します。思っていたより綺麗にできてしまった。レジンにドライフラワーを封入して固めると、この固めている間に気泡が発生しやすいです。なぜ気泡が発生するのかというと、花びらと花びらの間に気泡ができてしまって、レジンの中に入れた時はこの気泡おとなしくしているのですが、固めている時にぷくっと出てくることがよくあります。気泡ができにくくなるように一手間加えたいのと、あとこのお花真ん中の部分が少し寂しいので、真ん中に一手間加えていきます。先ほど作っていたモールドの隣に透明のレジン液を入れます。お花を入れます。この半球の中にひっくり返してお花を入れます。よいしょ。ライトで固めてきます。固めることができたら中心に金箔をのせます。固めてきます。固めることができました。ここまで何をしたのかというと、押し花の周りをレジンでコーティングしました。コーティングしてあげることで気泡が発生しにくくなります。またこの球体の底に押し花を乗せることで少しカーブを描いた立体的な押し花にしました。こっちの方が可愛いよねそしたらここのシリコンモールドを一回きれいにしてあげて、では最初に成功した手順で作っていきます。まずはクリアレジンを入れて全面に広げて固めます。固めてきます。固めることができたら2層目にはクリアのレジンとパーツを封入します。クリアのレジン液、押し花のパーツ、ライトで固めてきます。固めることができました。で先ほどまでは3層目にこのピンク色のカラーレジン液を入れていたのですが、この押し花白いので、このパステルピンクとの相性があんまり良くなさそうなので、色を変えていきたいと思います。で色をつける前にこの縁いっぱいまでレジン液を盛ります。固めてきます。固めることができました。モールドから取り外します。いいんじゃないあ、色つけない方がいいかな。悩ましいね。なんか黒が良さそうな感じだったよね。なんか黒が良さそうな感じかな。黒にしよっか。
ままでも良さそうな感じですが、黒い背景をつけようと思います。ダイソーのカラージェルネイルブラックで色をつけます。固めることができました。3度塗りくらいしたかな。そしたらレジンを重ねます。固めてきます。固めることができたら完成になります。本当はね気泡ができやすい失敗をご紹介したかったのですが、なんかうまいこと気泡ができませんでしたただ一手間加えてあげるとね、かなりね見栄えを変えることもできます。今回はレジンにパーツを入れるときにやりがちな失敗を3つご紹介してきました。もし今回ご紹介した失敗以外にもこんな失敗があるよということがありましたら、コメントで教えていただけましたら動画にまとめさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。